このヘルメットですけど、OGK カブトのジェネシスを買いました。それまでかぶってたのが松栄の Z7 でした。 Z7 が嫌になったとかダメになったとかいうわけじゃないんですけど、多分4年ぐらいは使ったということと、ちょっとね、このマルチパーパスヘルメットっていうんですか、オフロードヘルメットのようにこのひさしがついて、なおかつフルフェイスのようにこのシールドがついてですね、そういうもので、ここフルフェイスのようにここも口の前も覆ってるやつ、これが欲しくてね、で探して、で、このジェネシスにたどり着きました。これかぶって、何キロぐらい走ったかな、1000キロぐらい走ってるのかな。で、感想を述べていこうと思います。まず風切り音から言いましょうか。風切り音は結構します。うるさい方だと思います。時速4、50キロぐらいで走ってる分にはあんまり、無風状態だとあんまり感じないかなとは思うんですけど、今50キロ超えましたけど、もううるさいですね。ボー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 聞こえます。前の Z7 と比べても音は大きいんだろうなと思いますね。風切り音ね。では次、ベンチレーション、見て分かりますと、ここにね、ここに2つと、ここ脳天、ここに1箇所、空気と入り口があります。まずここの上のところですね、これですね。これはシールドの曇り止めというもののようで、ここで取り込んで中に上に上げるというものなんですよね。今冬じゃないのでこの効果は全く確認できてません。で、この下ですね、これは口元に風を取り入れるためのシャッターです。これはね、結構口に直接的に風が入ってきます。かなり効果は大きいと思いますよ。で、あまりにも直接的なので、一度小雨が降ってる時にこれかぶって走ったことあるんですけど、ここから雨粒が入ってきて口に当たるんです。そのぐらい直接的に風が入ってきますね。ここは結構効果はあります。で、最後この頭のね、脳天のこのベンチレーションですけど、ここはね、開けても閉めても感覚的には全く分かりません。風が入っている感じはないですね。で、おそらくこの人間の頭に当てるというよりは、その上のヘルメットの内部のね、クッション、発泡スチロールみたいな部分と外側のシェル、プラスチックの部分ですね、そことの間に空気を流すというものじゃないかなと思いますね。ですから私、髪の毛丸刈りにしているので、風が当たればすぐ分かると思うんですけど、ここの頭の部分のベンチレーション、蓋を開けたとしても、頭皮に風が当たる感じは、し
しないです。もちろん効果がないということではないと思うんですね。ちゃんと、ヘルメット内の空気を循環じゃないな、換気する、前から取り込んで後ろに排気をするという流れをちゃんと生んでるんだろうと思うんですけど、冬場に試してみたら効果が分かりやすいかもしれないですね。冬場にここ開けたら頭が途端に冷えるかもしれませんね。はい、ベンチレーションに関してはそんな感じですね。あと1個気になったのがね、この顎ひものこの止めるスナップのところなんですよね。この顎ひもはD リング方式っていうんですかね、D リングが二重になってるやつですね。そのタイプなんですけど、Z7 と同じ感じですね。ただこの D リングをキュッと2回通した後、先端が余りますよね。余った部分をちっちゃなスナップっていうんですかね、ボタンでパチッと止めるように、なっているんですけど、そのスナップの位置がね、なんかちょっと下すぎるような気がするんですよね。Z7 に比べるとなんか位置に違和感がありますね。ちょっとつけにくい感じがします。そんなに困るような問題点ではないんですけど、感覚的にちょっと、やりにくいなっていう感じがします。今でも慣れてますね。あとそうですね、一番の不満点はこのブレスガードっていうんですかね、この鼻のところを覆う薄いゴムの部品が大体どのヘルメットについてると思うんですけどね、それがねかなり短いんです。なので鼻からの呼気がですね上に上がってきて大変曇りやすいです。今はね夏なので、めったにシールドの内側なんて曇らないんですけどね、ただ今私が中にちょっと眼鏡をかけてます。鼻からふーっと大きな息を吐くと眼鏡が曇るんですよ。なので今ここ見えますかね、この白いのつけてるでしょ、ここにこれこれはこの新品のヘルメットのこのシールドに最初ついてた広告用の白いプラスチックのフィルムですけど、あれがね柔らかい材質なのでこれがいいやと思って、それを適当に切り取ってこのブレスガードの延長のために両面テープをブレスガードの内側に貼り付けてあります。これしてあるだけでかなり違います。ちょっとそれはね、なんか設計上どうなのっていう感じはしましたね。ちゃんと検証したのっていう、こんな感じですね。息苦しさを取るためにこのブレスガードを短めにしたのかもしれないんですけど、これは私の感覚としては失敗じゃないのかなという気はしてます。当分私は今このような形で鼻のところにブレスガードを延長して使っていこうと思ってます。このシールド、これがね結構軽くて動きやすくて、気に入ってます。
このシールドは視野も広くてね、結構いいと思いますよ。最大の特徴であるこのひさしですね。ひさし、これこれがついてるからこのヘルメットを選んだわけですけど、なんでひさしが欲しかったかっていうと、夕方ね、西に向かって走ることが多いんですよ、私の住んでる地域、家庭の事情等ありまして、今日まさにこれからそういう事態になると思うんですけど、夕方日没時ですね、西の方に向かって走るっていうことに必然的になってしまいます。で、眩しいわけですよ。西日が直接こうシールドに入ってくると前がほとんど見えなくなっちゃうんですよね。日差しがありゃいいのかと。で、いろいろ探してるとこういうマルチパーパスと言われるヘルメットがあるということを知って、このヘルメット買ってまともに西日に向かって走るというシチュエーションはまだ、発生してないので、この進化はまだ確認できてないんですけど、雨の中ですね、その土砂降りじゃなくてパラパラと降った程度の雨、小降りの雨の中、このヘルメットでちょっと走ったことあるんですけど、その時にね、日差しの効果だと思うんですけど、このシールドに直接雨粒がかからなかったんですよ。おやーと思ってね、日差しの効果らしきものを体感することができました。体験することができました。あと、太陽がね、傾き始めてます。3時40分なんでね、まだ西日というほどではないけど、傾いてきてますけど、この OGK カブトジオシスの日差しの威力が発揮される時間帯にだんだん近づいてまいりました。このためにこの、ジオシスに勝ったんでね、大阪から高知四万十町に帰るにあたってどうしても夕方西日真正面西日に向かって走る時間帯がね、生じるんですよ。それは仕方ないです。その時にこの日差しで光をクッとこう遮って前方の視覚を確保し、走行の安全を確保する。そのためにね、わざわざ4万2000円出してこのヘルメット買いました。さて、いつもの乗車姿勢で首の角度こんな感じなんですけど、全く眩しくないです。日の光は前方の確認に特段支障を生じてません。いいですね。これでかなり眩しいんですけど、これできっちり遮ってくれてますね。6時ぐらいが一番日差しの恩恵に預かれる時間帯かもしれないですね。それでもね、一応今西に向かって走っているので、
西日に向かって走っている形にはなっています。4時は過ぎてます。これ今どんな感じ？全然私自身は眩しくないんやけど、ちょうどこれか日差しで影になってんちゃうかな。これ眩しい。これ全然眩しくない。いいんちゃいますかね。この日差し、ジオシスの日差し、日差しって日差しって言ってるけど、何だっけ、アイザーっていうの？泥よけ？元来は泥よけらしいな。モトクロス用、オフロード用のこの日差しは上から落ちてくる泥をこのゴーグルにつけないためのものらしいけど、ついてるよな、あれな。もう夕日はね、眩しくなくなりました。今日は全般的に曇ってるからな、夕日はあんまりきつくはありませんでしたけど、でもこの日差しの効果をね、十分に発揮してくれてたと思います。はい、ということで今のところ満足してます。なのにね、ジオシスを買ってよかったなと思ってます。これからこの日差しが活躍してくれることと思います。ちょっと重いので首が疲れるっていうのはありますけどね。私が今まで使ってた照英の Z7 よりも自分で測ったところ、確か 300g ぐらいこちらの方が重かったと思います。首の筋肉を鍛えましょう。ということでね、このジェネシスの報告をこの辺で終えたいと思います。皆様の参考になれば幸いです。それではね、またお会いしましょう。さよなら。